まだね、まだまだまだ。さて、今回の動画でご紹介したいのは新潟市南区白根という町で300年続く伝統のお祭りたこ合戦です。皆さんはたこあげたことありますか？多くの人は小さい頃お正月の時にたこ揚げをした記憶があるのではないでしょうか。しかしおそらく冒頭でご覧いただいた映像、皆さんの記憶の中にあるたこ揚げとはかなり違うものではなかったでしょうか。今回の動画ではこの白根大凧合戦についてぜひご紹介していきたいと思います。まず白根という町がどこにあるのか確認してみましょう。白根はここ新潟県新潟市南区に属する町です。一級河川である信濃川と中野口川という2つの大きな川に挟まれた場所にあります。肥沃な土地からフルーツの栽培が盛んで、桃やぶどう、他にはル・レクチェという西洋梨の生産も有名です。そして何といってもこの中野口川を挟んで対岸にある旧鯵方村との間で行われる大凧合戦がとにかくすごいんです。今皆さんにご覧いただいているのが中野口川と呼ばれる川です。この川を挟んで昔は東側が旧白根市、西側は旧鯵方村という村でした。現在は平成の大合併でどちらも新潟市に所属しています。ですが川を挟んでもともとは別の地域だった。なんなら実は江戸時代からここは別々の藩でした。旧白根川は柴田藩、旧鯵方村は村上藩という藩に所属していました。この東と西に分かれて戦う合戦が盛り上がるベースには、もしかしたらこの2つの地域はもともとは別の藩だったというルーツが関係しているかもしれませんね。で、この合戦に出場する選手は誰なのかということなんですけれども、これはですね、もうここに住む地域の皆さんです。一つ別のちょっと地図をご覧いただきたいんですけれども、これ白根川、川を挟んで東側ですね、白根川の地図なんですけれども、よく見るとですね、ここに一の町とか五六の町とか魚町とかですね、町名が書いてあります。これは正式なこの住所というよりは昔からの名残の町名ですよね。で、この町という一つの、単位をベースとしてタコを揚げるチームですねが作られてきます。で、タコ合戦ではこのチームのことを組と呼んでいます。白根川だけでもこの通りいくつかの町があるので、それと同様にタコを揚げる組も複数存在します。で、東側でタコを揚げる、組がこちらです。6つの組が東側から出場します。対して西側はこちら。西側からは7つの組が出場します。こちらの中野口側に当てはめてみると、こんな感じで総勢13組が出場する合戦になります。で、この東と西に分かれてどんな合戦が繰り広げられるのかということについて、ちょっと簡単にルールをご説明したいと思います。ルール説明の前に皆さん冒頭の映像をご覧になってお気づきになったと思いますが、タコでかいんです。サイズですが横5メートル、縦7メートルもあります。畳換算だと24畳分です。これもですね、すべて地元の人たちが材料から入手してきて手作りをしているという巨大なタコになります。
で、タコ合戦の勝負がどのようにして決まるのかをご説明したいと思います。川を挟んで東側と西側それぞれ組があるということをご説明しましたが、準備ができて出発 OK というタイミングは各組それぞれ違うわけですね。そうすると準備が整った組から川を挟んでお互いに声を掛け合います。タイミングを測るわけですね。おい、こっちは準備いいぞ、そっちはどうだ、こっちもいいぞ的なね、声を掛け合ってタイミングを測って、よし両方いけるぞとなると、最初に東側の組が走り出します。そして低空で相手のタコを待ちます。次に西側のタコが上空に上がります。そこから東側のタコに覆いかぶさるようにして真っ逆さまに水面へと突っ込んでいきます。ここで大事になってくるのが、落ちたタコ同士の綱がしっかりと絡むかどうかなんですね。その理由はまた後ほどご説明いたしますが、一旦ここまでのルールを踏まえた上でこちらの映像をご覧ください。舞台は中野口側の土手上です。タコ合戦は東側の組からスタートします。東側のタコは悠々と川の真ん中を低く泳いで、西側からタコが上がるのを待ちます。一方、土手の西側では東のタコが上がったのを認めた西側の組が動き出します。西側のタコの動きにぜひ注目してください。見事なタコのかぶりっぷりをご覧いただきました。これだけ巨大なタコを上げるだけでも一大事ですが、さらにそのタコを泳がしながらコントロールして、一方は相手が来るのを待ち受けつつ、もう一方はそのタコをめがけて真っ逆さまに落ちていくという、非常に豪快かつ高度なタコ揚げなんです。ルールを全く知らないものからすると、せっかくのタコが川に落ちちゃってもったいないと思ってしまうんですけれども、むしろこのように見事にタコがかぶって落ちていく様は、タコを揚げている人たちにとっては喜ばしいことなんですね。これから引っ張られちゃうんだ。先ほど私、落ちたタコの綱がしっかり絡むことが大事と申しましたが、ここからさらに川の流れを利用して、より一層綱が絡むようにしていきます。さて、今東側のタコと西側のタコの綱がしっかりと絡んだ状態で今水面に浮かんでいます。ここから勝負が始まります。それが綱引きです。そう、このために綱がしっかりと絡み合っていることが大事なのです。互いの綱を引き合い、相手の綱を切った方が勝ちとなります。それでは白熱する綱引きの様子もご覧いただきましょう。お
制限時間内に綱を切った方が勝ち、切られた方が負け、切れなければ両者引き分け。もし綱を引き合う前にタコが離れてしまった場合は泣き別れと呼ばれ、勝負がなかったことになります。この綱引きには一般の観光客も参加できるので、もし白根のタコ合戦を見に行く場合はぜひ軍手を持参して綱引きに参加してみましょう。ところでお祭りの期間中、この大きなタコは何枚ぐらい上がると思いますか？なんとその数300枚です。その他にも巻きダコと呼ばれる六角形のタコもあるのですが、こちらは1200枚も上がります。いい風が吹いている日は、それこそ中野口川の上空にはタコがどんどん上がります。その光景を見るだけでも圧巻ですが、ぜひこのタコ合戦の醍醐味である綱引きに参加することをお勧めいたします。さて、その肝心のお祭りはいつ開催されるのでしょうか。白根の大凧合戦は毎年6月上旬の5日間開催されます。2022年は6月2日の木曜日から6月6日の月曜日まで開催されました。来年はいつになるのでしょうか。楽しみですね。さて次回はこのタコ合戦を支える白根の人々に焦点を当てて、このタコ合戦をもう少し深掘りしていきたいと思います。その様子ぜひ次回の動画でご覧いただきたいと思います。では次の動画でお会いいたしましょう。